ナチスドイツ滅亡の真実。第4回ナチズムの残像、現代社会に潜む危険性。1945年、ナチスドイツは滅び去りました。しかし、そのイデオロギーは本当に消え去ったのでしょうか。80年以上経った今もなお、世界各地でナチズムを称賛し、差別を煽る動きが見られます。なぜ人類は同じ過ちを繰り返そうとするのでしょうか。今回は現代社会に潜むナチズムの残像に焦点を当て、その危険性と私たちがどう向き合うべきか、その真実に迫ります。歴史修正主義とプロパガンダの進化。ナチスドイツの滅亡後、二度と同じ過ちを繰り返さないために、多くの国で歴史教育が徹底されてきました。しかし、残念ながらナチズムの否定的な側面を薄めたり、存在そのものを否定しようとする歴史修正主義の動きが根強く存在しています。特にホロコーストの存在を否定する言動は、数百万人の犠牲者とその遺族、そして歴史の真実そのものに対する冒涜であり、決して許されることではありません。彼らは巧妙な手口で情報を操作し、あたかも自らの主張が真実であるかのように見せかけようとします。過去のプロパガンダは、新聞やラジオといった限られたメディアを通じて行われました。しかし、現代ではインターネットや SNS といった新たなツールが過激な思想や誤った情報を瞬く間に世界中に拡散する温床となっています。匿名性が保たれる空間では、差別的な言動や陰謀論が容易に広まり、それが現実世界での差別や暴力につながるケースも少なくありません。ナチスがかつて行った大衆扇動の手口は、形を変え、より巧妙に、そしてより速いスピードで現代に姿を現しているのです。フェイクニュースやディープフェイクといった技術の進化は、真偽の区別をさらに困難にしています。情報が氾濫する現代において、私たちは何が真実で何が虚偽なのかを見極める能力が強く求められています。安易な情報に流されず、批判的に思考し、多角的な視点から物事を捉えることの重要性は、ナチズムの歴史が教えてくれる最大の教訓の一つです。歴史修正主義は、過去の事実を歪めることで未来への教訓を奪い去ろうとする極めて危険な試みと言えるでしょう。現代の極右排外主義と私たちの課題。ナチズムと直接関係がなくとも、現代社会には極右や排外主義といったナチズムと共通する危険な兆候が見られます。経済格差の拡大、就職難、社会保障への不安、そして急激な社会構造の変化や移民問題など、複雑な社会問題を背景に、特定の民族や宗教、他の国籍の人々を排除しようとする動きが世界中で強まっています。彼らは複雑な問題をシンプルな敵を作り出すことで解決できると主張し、不安を抱える人々の心に巧みに訴えかけ、排他的な感情を煽ります。暴力的なヘイトクライムも決して人事ではありません。言葉による差別や偏見がエスカレートし、それが実際に誰かを傷つけ、命まで奪う行動へと発展するケースが後を絶ちません。ナチスドイツもまた、言葉による差別と扇動から始まり、最終的にホロコーストというジェノサイドに至りました。この歴史は、小さな差別や偏見を見過ごすことの危険性を私たちに警告しています。さらに、テクノロジーの進化は、かつてない規模での監視や
個人の自由の侵害を可能にする危険性もはらんでいます。では、私たちはこのナチズムの残像にどう立ち向かえばよいのでしょうか。鍵となるのは、教育と対話、そして多様性の尊重です。歴史の事実を正確に学び、過去の過ちを繰り返さないこと。異なる背景を持つ人々と積極的に対話し、互いを理解しようと努めること。そして、多様な価値観や文化を認め合い、誰もが安心して暮らせる社会を築くこと。国際社会が協力し、普遍的な人権の尊重を掲げ続けること。これこそが、ナチズムのような排他的な思想に対抗し、平和で寛容な未来を築くための唯一の道です。ナチスドイツの滅亡は、歴史の1ページに過ぎません。しかし、その残した残像は、現代社会に脈々と受け継がれ、時に危険な兆候として現れることがあります。私たちは、過去の過ちから目を背けてはなりません。そして、小さな差別や偏見が、決して看過できないものであることを、ナチズムの歴史は教えてくれています。真実を知り、考え、そして行動することで、私たちは未来世代により平和で寛容な世界を残すことができるはずです。私たちが負うべき責任は決して小さくありません。ナチスドイツ滅亡の真実。次回はいよいよ最終回、滅亡の連鎖、ナチズムから得られた教訓と未来への継承です。ぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価もお忘れなく。